一発目からゴミすごい。1番目から壊れました。折れた。チェーンが食い込んじゃう。これは帰らんといけんか。帰って溶接ですかね。今日潮いいんで撮影日にいいかと思ったんですけど、今日は撤退のようです。1番目撮影だけしてきましょう。ああカニやん。いやでもちっちゃい。いい風の近くなんでカキ殻だらけ。よいしょ。そしてなんも、あ、木もおった、ラッキー。なんもおらんかもな。驚いた。芝エビちょろっとだけかと。とりあえず撤退ですかね。まあ、漕ぎながら撤退しましょうか。もう一枚やりながら帰ろうかな。もうこのままやって帰ろうかな。実はもうベアリング壊れてるんですよね。あれもう変えようと思ってたんで、ベアリング壊してもいいんで、もうこのままやるかもしれません。またどえらいゴミが入っとんかと思ったら、古傷か。これ俺の傷じゃないな。よう生きとったことで緑色の血が出るんですよね。血が出てないんでもう古傷でしょ。うわ、よう生きとったなこいつ。すごいな、こんな傷を負いながら。まあカブトガニ当たったらいつも言ってますけど、カブトガニセンターっていうのが笠岡にあるんですよね。そこにね連絡するようにもう決まってます。そしたらねセンターの人が迎えに来てくれます。この子今回もカブトガニセンターに連絡ですね。ほんとエイリアンですよね。ここのもうこの足がおもろいですよね。これここの足こんなね、ほんまエイリアンですね。この足のまだもう一個下側にもう一個なんかこんな足があるという。内側にも足あるし、足が一通り二通り、二通りか、これで終わりか。ちゃんとハサミもあるし。よいしょ。ここも気づいてる。いやすごいな、ほんとよう生きとったなこの子。組合に渡して組合からカブトガニセンターに連絡してもらいます。珍しいもん取れました。ただ漁獲が全くダメ。カブトガニ見れたんでいいですけど、漁場変えます。あんまり負けないから。影田が全然いないですね。漁場かな。これにしても赤毛たが全然今日内が青色の車庫、これが通常。黄色はたまに見ますけどね、青色は初めて見ました。
完璧に入ってるでしょ。プリンプリンに入ってますね。やった3つ、素晴らしすぎる。かかってたものはこっちでした。やっと晴れました。毎日晴れの天気予報なのに毎日曇りだ。よう汚れますね、よりしも沖も。まあこうやったね。ゲタが少ない。ゲタ探しましょう。おーしい、殺してもうたか。いや惜しい。寄ったか分からんすけど、今日はどの道はかけてあんまおらんっぽいですね。7、8枚は見えましたけどね。あとオカワデが3、4匹探しましょうか。まあ一番いいのはこれなんで、いいのが出てきてくれるでしょう。タコはほんとよう出てきてからね。いいつかゲタは予定通り7つぐらいかなみたいな感じの。タコが意外に多くてびっくり。1、2、3、4、5、5つ、なんか6ついたような気がするんですけど、まだ出てくるかと。ゲタも多分まだ出てくるか。途中にエビも泥で飲み込めない。諦めるしかないか。網を早めに上げましょう。よいしょ。それでも7枚ぐらい上げようかな。大宝。危ない、このトラップに騙されないようにしない。オッケー、生きるでしょ多分。ってね。あ、もう一匹おるやん。網の途中に。そうやん。そんなことあります？オスですけど、なんと2つ。私が見ていたここにたくさん落ちてきたのは
ね刺されたら痛いですね。お、感じできたけどちっちゃい。こっちがどっかにいますよね。カニ2つナイスでした。エビを見てたら魚が恋しくなり、魚を見てるとエビが恋しくなり、両方おるとこっていうのはなかなかないですね。もう今は麹タイの大好物。喜んだのも今のしたい。これまたでっけえな。麹がやられたら本当やばい。ではここから漕ぎながらね、寄島に帰りたいと思います。多分2番やったらジャスト寄島の港の前に着くんじゃないでしょうか。ではあと2番頑張りながら、あと2番漕ぎながら帰りたいと思います。こいつが一番やばい。もう網がワイヤ。めったんびれめっちゃ好きですね。これ俺自分が取れないから余計に好きですね。こういうめったん食べれんようなもんたまに入るんですよね。寄島あそこへ向けて漕ぎましょう。ラストヒラメがいてほしい。今日は一日泥まみれでした。めっちゃいいもん見つけ、これは落とせれない。泥抜きの間にちょっとお宝を。でけーおいヒラメ。じゃあ帰ります。お疲れ様でした。めっちゃ綺麗。家にも何個か飾ってあります。最近見んのですよね。自分ママすごいジャスト1番目で壊れまして。ありゃまあ何が壊れました？後ろのコマなんですけど、溶接センター行きます。はい。1番目で壊れるぐらいなら、前の日の最後に壊れてほしかったね。そしたら昨日休みだったけど直せるとった。あるあるですね。今日はこれです。これ？あれは何でしょうか。あらまたおりましたか？カブトガニ。カニちゃん。最初行き始めて10年ぐらいで1匹か2匹しか取ってないんだけど、毎年取りおるけん。で他の人も結構取りおるけん。増えたんかいね。増えるよね、どう考えても。ほんまじゃ。こっちゃ。組合へ。はい。カブトガニセンターへ連絡してもらいましょう。はい、了解です。芝エビは3つ。はい。ヒラメは0。あれまあ。そうなんよ。残念。でもおこぜが多かったね。まあ美味しくって知れとるけど。2つと1つ半々。はい。おお、きれいな入った。ゲタはいつも並み。はい。ガラが少々多めでした。はい。今日もいいとこ様々ですね。はい。今日はシェフのお任せで。はい。お願いしたいと思います。はい。お任せいたします。はい。はい。皆さん今日もお疲れ様でした。一時の寒さは和らぎましたけど、まだまだ寒いですね。あと今年は風の日が多い。
過去5年ぐらい風もうほとんど吹かなかったですけど、隔週で吹いてますね。特に週末。これを用意してるということは、今日はこれです。日本酒大吟醸古典いただきました。友人から。はよう男山大吟醸古典、品評会出品のための特別に醸造したものです。まあ開けてるんでもう飲んでるんですけどね、誠に美味しい。さすが品評会用。いただきます。大吟醸にあるあるパターンのすっきりとした飲み口のフルーティーなパターンのやつですけど、フルーティーさはあれなんだったっけ、急に出てこない山口のやつ、あらど忘れしました。山口の有名な日本酒、それにフルーティーさでは及びませんけど、すっきりさはこちらの方が圧倒的にですね。三重の方からいただいた大吟醸ヘチカン、あれもかなり美味しいと思ったんですけど、それに比べるとフルーティーさは上です。でもヘチカンの方がですね、ちょっと引っかからない、飲みやすい感じです。でも品評会出品用だけあってね、相当美味しいですね。これ古典ってあれでしょうね、多分古事成語の古中の典から取ってるんでしょうね。多分そっから取ってるんでしょうね。酒盛のこの楽園のイメージから名前つけてるんだと思いますけど、美味しかったです。肉厚ですね。赤しとびらめめちゃめちゃです。めちゃくちゃ肉厚。これそれ使用前、塩なんともうすでにめちゃくちゃいい匂いがしてきてます。下びらめのボンファムでございまボンファムす。聞いたことがない。何それ。ボンファムって何？ありがとうございます。わあ、ほんと下びらめ乗ってますね。そしてこれは貝？あれです。彩りとしてすだれ貝。だしも入ってます。すだれ貝。ああ、なるほど。すだれ貝のだしと赤しびらめのだしとが出たボンファム。ボンファムなんて言えばいいんだ。聞いたことがない。生クリームにじゃねえな、焼きみたいな。生クリーム焼きらしいです。こんな感じ？なんというグラタンとは違うんだよな。グラタンとは違います。こんな料理初めて食べます。いただきます。箸でいきましょうか、とりあえずね。箸で明かした。これ熱そうやな。でもなんかもう匂いがめちゃくちゃうまそう。いただきます。おお、熱いし。食ったことない味。でもちゃんと赤しびらめも味も鮮度がいいので残ってます。ほぼこの生クリームの味ですけど、合わないと思ったけど合う。ちゃんと出汁が出てます、クリームの方に。以前赤しびらめでムニエルクレイジーソルト。クレイジーソルトでムニエル作ってハーブ添えをやったらめちゃくちゃうまかったんですけど、この下びらめとほうれん草と鶏肉入ってません。貝と一緒にいただきます。うまい。本当に食べたことない味。そして予想よりはかなり美味しい。こちらのこれシチューと言えばいいのかどう言えばいいのか。だしも出とって、明日からもね頑張って赤しびらめ、もちろんエビもですけど、あとイイダコですか、狙って頑張って漁したいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。美味しいね。よかったよ。美味しい、本当に美味しい。ただ日本酒ではないな、これは。ワインと一緒。本当これワイン、胡椒をするとうまさ倍増。子供できた。一つ落ちとるよ、これ。あんたの子供。